こんにちは。今日はサリバン先生の心に響く名言をお届けします。アン・サリバンはヘレン・ケラーの教師として知られる人物です。彼女自身が視力を失いながらも教育への情熱と強い意志で困難を乗り越えました。サリバン先生は1866年にマサチューセッツ州で生まれ、幼い頃に失明に近い状態になりました。しかし彼女は諦めずパーキンスモー学校で学び、自身の限界を乗り越えて教師となりました。そして1887年、ヘレン・ケラーという目が見えず耳が聞こえない少女と出会ったことで彼女の人生は大きく変わります。彼女の最も有名なエピソードはヘレンに水の概念を教えた瞬間です。サリバン先生はヘレンの手に水を流しながらもう一方の手で水を意味する手話を繰り返しました。この瞬間、ヘレンの心に光が差し込み、二人の間には言葉を超えた絆が生まれました。サリバン先生の名言にはこのような生い立ちやヘレン・ケラーとの深い関係、そして教育への献身が反映されています。それではどうぞ。心が育つ瞬間を見守れるのは本当に素晴らしいことで、私にとって大きな喜びです。間違いは誰にでもあるもの。大切なのはそこから何を学ぶかです。私たちは利己的でありふれた存在から逃れたいと思っていますが、実は必死で鎖にしがみついているのです。私たちはみんな泣ける物語が好きです。実際に悲しいことがなくても悲しい気持ちになることは価値があります。私たちは若者が自分で考え、自分の人生を自分で決められるようなトレーニングのため頑張る必要があります。文化や歴史をうまく教える先生もいますし、その分野でよりサポートしてくれる先生もいます。小さな成功を収めるために乗り越えなければならない困難なステップについて人々が気づくことはほとんどありません。言葉を教える時もただの言葉の勉強ではなく考えを伝え合う手段として使います。そうすることで言葉も知識も自然と身につきます。子供たちはまだ何を言いたいかもわからないのに書くことを強いられがちです。でも思いっきり考えたり話したりすることを自由にさせれば自然と書きたくなるものです。学校では生徒の実体験や必要性から離れた間違ったことが強調されがちです。子供たちが世界についてもっと知りたいと思い始めたら嘘やデタラメでごまかすのではなく、その好奇心を大切にしてあげるべきです。物事が常に自分の思い通りになるわけではないというのは時には辛い教訓ですが、それを教えることも私たちの役割です。言葉は私たちの生活の中で必要や経験から自然に生まれ育ちます。言葉を使って優れた仕事をするにはその背後にある本当の知識が必要なのです。複雑な教育システムには疑問を感じます。子供たちを小さな箱に入れて型にはめるような教え方では子供たちの自由な考えは育ちません。本物に触れさせ、自分で考えさせることが大切です。子供たちにはただの教えよりも理解と共感がずっと必要です。真実は新聞に書くほどには素晴らしくないのです。だから彼らは話を大げさにしたりバカバカしく飾り付けたりするんです。ハンカチの裾を直すくらいなら国道で石を割る方がマシです。小さなことにこだわるより大きな問題に取り組む方がいい。私たちの物理的な目には見えませんが、愚かなショービニズムが騒がしく破壊的で不毛な先導から別の先導へと私たちを駆り立てるのです。私の人生には制限があるかもしれませんが、それでも世界の美しさに触れていると思いませんか？暗闇や静けささえも全てに驚きがあり、どんな状況でも満足できます。雲を直接触ることはできませんが、雨が降るとその恵みを
地面や植物がどれほど喜ぶかが感じられます。同じように、愛も直接触ることはできませんが、愛がもたらす甘さを感じることができます。愛がなければ、私たちは本当の喜びを感じることができません。新しい時代の到来はいつも自由を求める心の叫びから始まります。子供たちを自由にしておけば、派手さはなくても、彼らは自然と深く考えるようになります。彼らが自由に動き回り、実際のものに触れ、自分の感じたことを組み合わせる機会を与えてください。今の教育は新しい発想と変化が必要です。古いやり方だけでは、子供たちの本当の能力は引き出せません。この国のたくさんの教育資源を、真実や正義を伝えるという、真の目的のために使うべきです。そうしなければ、近い将来は、私たち全員にとって悲劇となるでしょう。私は自分のことを誇りに思っていますが、それと同時に謙虚さも持っています。私にも説明は難しいですが、困難があっても動揺することなく対処できる自信があります。私たちを困難から救い出してくれる知識や哲学を私たちは何一つしっかりと持っていないのです。共産主義の考えが間違っていたとしても、それを試した経験から得た知識は私たちの思考や想像力を豊かにしてくれました。私たちはアイデアや実験、変化を恐れています。問題を論理的な結論に至るまで深く考えることを恐れています。子供がしっかりと理解していれば、新しい概念の名前を教えるのは、物の名前を教えるのと同じくらい簡単です。もし両親が背中を押さず、教育をサポートしてくれなかったら、おそらく私は今ここにいないでしょう。教育の価値を信じてくれる親のもとで育つことは、そうでない親のもとで育つよりも、むしろ楽なことなのです。いかがでしたか？サリバン先生の言葉からは、教育の本質、人生の困難に立ち向かう勇気、そして人としての成長と理解の大切さが伝わってきますね。サリバン先生の人生は決して平易な道のりではありませんでした。しかし彼女はその困難を乗り越え、世界に大きな影響を与える教師となりました。不屈の精神を持つ彼女の言葉たちがあなたの日常や挑戦において小さな光となり励ましとなることを願っています。サリバン先生の言葉が印象に残ったら、ぜひいいね、コメント、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。